んにちは、道草です。今回は初めて苔テラリウムを作る人におすすめの動画です。手のひらサイズの小さな作品を作っていきます。こんなに小さいガラス容器でもフィギュアとか石を配置すると自分だけの小さな世界を作ることができます。それでは苔テラリウム作り楽しんでいきましょう。まずは容器選びですが、このように蓋ができるタイプのものがおすすめです。初めて苔テラリウムを作る人におすすめの苔がこの2種類、ヒノキ苔と細葉オキナ苔。この2種類がとっても丈夫なのでおすすめです。レイアウトに使う石とかフィギュアですね。小さい家のフィギュアを用意してみました。テラリウム用のソイル、土です。専用のものを用意してあります。化粧砂、テラリウムの中に道を作ったりするときに使えます。道具、基本で必要なのはピンセットとハサミ、あとは霧吹きと水差し。道具はこの4種類用意してください。それでは作っていきましょう。まずはガラス容器の中に苔テラリウム用のソイルを入れていきます。次に石を配置します。今回用意したのは気鉱石。テラリウムの背景になる位置に入れてみます。家を配置する場所も決めておきましょう。こんな感じ、大きい石の元に家がある感じにしてみました。苔テラリウム用のソイルを水で湿らせてしまうと配置が変えられなくなるので、この時にしっかり配置を決めておきましょう。配置が OK になったら水差しを使ってソイルを湿らせていきましょう。全体にまんべんなくかけていきます。ガラスの底の部分までソイルが湿っているようにしてあげてください。今地面が平らなので石があるところまで傾斜をつけて家の裏側に山があるような風景にしていきたいと思います。ソイルをスプーンですくって少し足していきましょう。少しずつ湿らせながらソイルを足していくと傾斜を作っても崩れなくなります。家の後ろ側に斜面ができました。はい、ここでちょっとワンポイント。グルーガンとプラスチックの釘を用意して家の下のところに接着しておくとピック状に加工することができるので、ソイルに刺した時に家がグラグラすることがなく配置することができます。今回はそのまま置いてみましたけども、例えば斜面にフィギュアを配置したりとか複雑なレイアウトをしたいっていう時にはピック状に加工してから使うのがおすすめです。化粧砂を使って家の前に空き地を作っていきます。こういうパウダー状の砂が小さいレイアウトの時にはおすすめです。家の前に少しこの砂を敷いて苔を植えないアプローチになるような場所を作ります。苔を植える前にかけてもらった方が綺麗にデザインしやすいです。ではいよいよ苔を植えていきます。まず最初に使うのがこちらのヒノキ苔。使う分取り分けていきます。苔はこういう塊のまま使うのではなく1本ずつほぐして使っていきます。茶色くなっているような苔があったら取り除いて綺麗な部分だけを使うようにしましょう。家の横に
木が生えてるようなイメージで植え付けてみたいと思います。この下側の部分、これ茎の部分なんですが、これを程よい高さまでカットします。目安とすると、このソイルに埋まる部分が茶色い部分残るぐらいなので、2センチぐらい残してカットするようにしましょう。ピンセットを茎に沿わせるような形で掴んで刺すように植えていきます。まっすぐピンセットごと突き刺すように植え付けてピンセットを引き抜きます。この時にピンセットをあまり開いてしまうとソイルがばらけてしまってきれいに植え付けできないので、少し力を緩めた状態でまっすぐ引き抜くようにするのがコツです。もう1箇所ぐらい植えてみましょうか。この山の中腹あたりに植え付けます。次に細葉オキナゴケ、これもこういう塊なんですけど、ほぐしながら少しずつ植えていきます。横側を見ると結構下の方が茶色いところ厚みありますよね。これ苔の古い部分なんであんまり使わない部分、上の緑色のところだけを植え付けていくようにしましょう。下側の茶色いところはカットします。指でも簡単にちぎれるのでハサミを使わなくても大丈夫です。こちらもピンセットでつまんで植え付けたいところに植えていきます。苔がついてきてしまうような時には軽く指で押さえて、ガラス容器の中に指が届かない時とかはこういう棒ですね。僕が使っているのはミクロスパーテルという道具ですが、こういったものを用意しておくと便利です。土の上に置くというよりは土にしっかり刺すようなイメージで植え付けていきます。はい、地面の部分はだいたい植えることができました。斜面の部分にも細葉オキナゴケを埋めて、地が見えているところを全部苔で埋めていきたいと思います。地道ですけど丁寧に植えていきましょう。はい、斜面のてっぺんまで植えることができました。こんな感じです。そしたら最後に霧吹きで苔の部分をよく湿らせて蓋を閉めたら、はい、完成です。こんな感じで出来上がりました。基本のお手入れですけども、普段は蓋を閉めた状態で明るいお部屋に置いておきます。2週間に1回霧吹きをかけてよく湿らせましょう。さあ、このソイルの部分が乾いてきてしまったら水差しで水を足して、ソイルは常に湿った状態をキープしてください。蓋を閉めたままでも大丈夫なんですけども、可能であれば1日5分間ぐらい蓋を開けて換気して中の空気を入れ替えてあげましょう。はい、置く場所は明るい部屋の中。できればこのような LED ライトを使って1日8時間ぐらい照らしてあげると苔が元気に育ちます。皆さんもこの動画を参考に苔テラリウム作りにチャレンジしてください。